うもミスターガーさん斉藤です。今日はですね、話題の備長派の導入店舗に来させていただきました。実際どうなんですかみたいな問い合わせがめちゃめちゃあったじゃないですか。その使ってみたいとかデモを使ってみたいみたいな感じで、それでちょっと実際使ってるところで今日行きたいよということで、吉田さんです。吉田出ます。ミスター備長派。ミスター備長派。ミスター備長派のノーポスかアポンケですかアポンケですかノーポじゃないです。もつ煮込み専門店沼田さん鶴見出張所、もつ焼きでもいけるよっていうところをねちょっと聞きたいなと思います。はい、じゃあすみませんお邪魔します。こんにちは。じゃあお邪魔します。お願いします。お願いします。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません。お名前伺ってよろしいですか。いい星。いい星さんですね。はい、いい星さんです。オープンはいつぐらいですか。1月の23日。1月の23日からオープンしています。半年まだ経ってないですね。早い。これなんですよね。そうですね。4秒で。この速さが。この速さやばいですよね。これめちゃめちゃ。でも消してる時はだって電気代はかかってないっていうことですよね。これはもうオープンの時から導入されてますよ。そうです。オープンからずっと。誰が焼いても同じように焼けるように一定の温度で設定した温度で焼けるので、炭より温度がバラバラじゃないっていうところで導入したっていうのと、安全面が一番ですね。やっぱり慣れてない子でも火が上がらないようにっていうのが大きいですね。火災のリスクはだってもうほぼないようにないですからね。火がないので。ですよね。もうインホシさん焼いてるんですけどね。あ、そうですね。基本私が。すごいな。もうなんかそれだけでもちょっともう未来あるんですけど。女性立たせるのってちょっとやっぱ怖いっすもんね。やりたいって言われても炭飛んだらねとか。まあやけどのリスクはだいぶありますからね。炭だと。顔に跳ねちゃうかもしれないじゃないですか。絶対ないじゃないですか。ないですね。前の店舗でじゃあ炭もちょっと見てて。そうですね。炭も少しだけ。安定感やっぱ違いますか。あ、全然違いますね。やっぱりどこに置いても同じ温度っていうのはやっぱり炭だと真ん中に集中させて、それ以外はちょっと弱火になるようにとか調整必要ですけど、これは誰でもできるっていうのはすごいです。そうもつ焼きって豚なんで、焼く時間とかが結構かかるのかなって思ってるんですけど、このラインナップだと早いので何が早いですか。パン発あたりはパン発は大体1分半から2分ぐらいいただければ多分焼き切れるんじゃないですかね。それって炭の時と違和感ないですか。そうですね。うちはもう使う時完全最大の火力でやらせていただいてるので、そこまでやればもうターン発に関しては炭とあまりもうめっちゃ未来あるじゃないですか。なんかもつ焼きこそなんか逆にもう未来あるのかもしれないですけどね。焼き鳥ももちろんそうなんですけど、早速焼いてもらったりとかできるんですか。あ、もちろんです。営業前でやらせていただきます。走ってる。わ。すごい。緊張しますか。緊張しますね。いつもこれ置いたら別の作業をやって、ああ、そうかそうか。ちょっと目離しても危なくないので、この間に作業やっちゃって。見ていく必要ないので、仕込み戻っちゃって。ここで焼いてる間に違う一品物ができちゃうってことですよね。できます。この間にホッピーを出せと言われたらお出しできます。いやー本当。2つ焼いてる間にドリンクができるのかっていうそういう検証ですから、飲みたいわけじゃないです。ホッピーお願いします。ホッピーお願いします。はい、2ホッピーで。2ホッピーで。はい、お願いします。外の種類がいろいろ選べるようになっておりまして、黒、白、シソ、レモン、ガラナ、アセロラ、青リンゴと。やば。どうしよう。
で私は白でお願いします。白で。なんで普通のやついくんですか？まあ、なんて言いましたっいいですかいやじゃあらね。白いってください。僕じゃあしそ。しそで。はいわかりました。しそ一番人気ですか？しそ結構人気です。あ、やっぱりそうだと思ったんですよ。しそホッピーで。せっかくなんでお白はやめて白やめてレモンで。レモンでかしこまりました。で焼酎の量が S、M、鶴見とお選びいただけるようになってなんすか？焼酎の量が今これがS の量で S の量ですね。 M がこれぐらい、はいで鶴見だとこれぐらい。この町鶴見ですもんね。あ、ここ鶴見です。じゃあ鶴見。あ、そうですよね。鶴見でお願いします。あ、鶴見、はい、すいません。やばい、これ鶴見ってそういうやつなんだ。どうせまだオープン前のこれ今日特別にオープン前にお邪魔してるんで、そうですね。すいません。3時前です。はい。いい仕事ですね。おやつの前です。やっぱりせっかくなんではい。ガラガラにします。ガラガラにします。危ね。めっちゃ買いすぎじゃないですか。優柔不危断なんない。です。優柔不断なんです。もう一回白に戻ってほしかったですね。やっぱり白です。すごい。じゃあごめんなさい。お先にはいバナナとシソです。はいこちらがシソです。やばいっす。でこちらごめんなさい。あ鶴鶴見だ。これはやばい。これ帰れないんじゃん。もうマジで。これやばい。じゃあすいません。はい。こうやってもうドリンクの説明もしてすごくないですか？全部ドリンクも説明して自分でメイクしてでお客さんに「やっぱこれ違う、もう一回これでお願いします」って言われてもう焼きに戻れるっていう。素晴らしい。すいません、鶴見うっす鶴見する。鶴見に乾杯。鶴見いってらっしゃい。やばっ。あーすごい。うまっ。おいしい。ガチのやばいです。もう鶴見です。カチカチです。俺鶴見のこと忘れないかも。すごいな。早い。もうだってこうやってなんか吉田さんとイチャイチャしてたら1本目。こうやってごめんなさい。お待たせしました。ありがとうございますすごいな。うわ我ながら。ーうわーうまそう。裏面は焦がし醤油してるのでなるほどね。香ばしく。さあね、いただきます。うわーうわうまっ。こんな感じなんだよ。ございます。ちゃんとバリッと焼けてるんですよ。あ、本当ですよ。かったです。皮が。カリッと焼けないんじゃないのって言われること多いですけど、めちゃくちゃカリッと焼けてる焼けてる。焼き鳥屋さんだと鶏皮がものすごいカリッとああ、そうだったかもしれないです。なんか前使った時に。それでもいいっすね。中の水分がちゃんとこう振動して熱が入っていくっていう意味ですね。今焼いてる方は店長さんだけですか？いやもうほとんどバイトは全員。焼けます。はい。うわーすげえ。やっぱり誰がやっても危なくないのは、オペレーションがすごい楽になります。そうですね。だいぶ楽です。はい1。品目です。こちら沼っちゃんですね。沼っちゃん。はい。うわーあ、沼っちゃんこれもつこれどんどん白です。白と鉄砲の間のおーちょっと中間の部分なんですけど、おろしニンニクをつけてるので、はいがっつりと。お、ちゃんと外カリッてして、これも早かったですけどね。ね、 2、3本当においしい。ちょっとニンニクいかしてもらいます。うわ、ちょっとこれ沼っちゃう。お上手。絶対カットして。これやめよ素晴らしい。炭の香りちゃんとするし、う。おいしい。外カリッとなってるし、うん最高ですね。うまっちゃいそうです。もういいっていいって。白とか鉄砲って結構火入れないとなイメージですけど、この時間でいけちゃうんだ。炭のクオリティによっては
本当の最高級の備長は別ですけど、ほどほどのやつだとこっちの方が温度高いんですよ。はいはいはい。安めのやつだって普通ぐらいか900度から1000度ぐらいまでしかいかないんですけど、うんうんこっち1100から1150っていう、逆転現象って調理場はほとんど一人で回せるイメージですか？もうそうですね。すげえ。やっぱり放置できるっていうのはだいぶでかいですね。いや焼き場専用がいなくていいのは。こういう業態にドンピシャな商品だと思う、必要以上の経験がなくてもある程度平均化できる。これ何席ぐらい皆さんマックスだと？大体20人ぐらいを20人ぐらい目安に。何人ぐらいで回すんですか？夜帯ピーク帯の18時、22時とかの時間帯だけ2人になるように。それ以外はもう全部1人で。そういうこと？ドリンク含めですか？あ、そうですそうですそうです。でも全然思ったよりなんか今見てる感じだと楽勝な感じがしてます本当に。全然いやちょっとワンオペすっすよってみんな言うもん。見てください。見てください。22歳のこの星を汗一つかいてない。汗一つかいてないし、多分ね忙しくてもニコニコしてすげえ20人満席になって2オペでやれたらもう勝ちです。間違い勝ちです。場所取っちゃうじゃないですか他のメーカーさん。そうです。これだとこのコンパクトにも収まるし、揚げ物のようですね。揚げ物もこれ普通焼き鳥だったらここで焼き場で終わりですからね。そうですね。勉強になりました。今の横幅の件なんです。はいはい。普通の炭だと、はい、串と串の間をちょっと開けないと火が通らないんですけど、備長派って遠赤外線でドンと焼き物開けてくるんで、はい、串結構詰めて並べて焼けるんですよ。ピッタつけてで焼きムラにならないってことですよね。この接地面が焼き鳥ってこうグニュッとなっちゃうっていうのがそうで。来た名物。わお待たせいたしました。すごい。ありがとうございます。うわこのつくぴーはね。よく焼きます。めちゃめちゃ熱々っすよ中まで。外香ばしいし、なんかジューシーなやつです。熱々ですし、うまっ。でこれもドリンク作りながら、はい、世間話しながら、しながら、洗い物もしながらしちゃえば。これは焼き鳥屋でも、ね、定番メニューです。今食べてみて、はい、炭でフライならはい。いやでも香りもやっぱつくねってひき肉ってこうつきやすいじゃないですか。だから炭の香りもつきやすいんですけど、全然この備長派でも香りしますし、何よりもちゃんとつくね熱々で中までもう熱ってなるみたいなつくねって意外とないんですよ。なるほど。遠赤外線で本当に中心部に熱を届けるっていう仕様なので、つくねってこんなにやけどするやつだっけってみたいなびっくりします。本当普通にだからもう大好きだった沼田さんの備長派で本当に大丈夫かと思ってきました。はい、めちゃくちゃうまい。なんならもつ焼き相性めちゃくちゃいいかもしれない。鶏よりも盤が広くて、はい、その肉自体の水分量がもともと多いからさっき言ってた内心のこう振動で火が入るみたいなのがもしかしたらいいのかなとか焼き鳥屋目線ですけどすごい嬉しい。どうですか飲食は？飲食は好きですね。ですよね。卒業して飲食入っちゃったですもんね。最高。皆さん未来のお家が備長派使ってるんですよ。最高です。お店やりたいとかあるんですか？あります。将来っていうほど遠いつもりではないです。おーマジですか。もう近々っていうほどでもないですけど、もう1年2年と自分の中で幅を決めてるので。おーかっこいい。いいですね。ちょっと応援します。はいということでできることが増えると人ってどんどん自信持てるじゃないですか。焼き場もそうなんですけど、できるっていうところまで結構時間かかったりするので、ぶれない安定感ある焼きで焼きもしながら揚げ物もやっておつまみも出してドリンクもやって接客もできるっていう飲食人としての自信にめちゃめちゃつながることを
見店を作ってるんじゃないかなっていう備長派にもうなんか美味しく焼けるプラスアルファの可能性がそうですなんか今感じました。いや来てみないと分かんないですね。そうですね。今の現状でいうと今どんな感じですか備長派の伸び率は伸びては本当にずーっと右肩ありがたいことで右肩上がりです斉藤さんのこの YouTube を見ましたのお問い合わせが本当に想像のかなり大きく本当ありがたいです。現場見ていただいてより備長派の可能性だったり凄み感じていただけたかなと思いますので、ぜひ何かあればご連絡いただければ嬉しいです。今展開力もすごいですよね。海外の方にもかなり興味を持っていただいている店舗様会社様結構いらっしゃいまして、海外こそですよね。ですチャコール使えないとか、そうですダクトがちょっと弱いだったりとか、いや楽しみです。可能性が、はい、またちょっと導入店舗ありましたら僕またこうやって行きたいんで、次の動画でお会いしましょう。はい、僕はもう鶴見もうワン鶴見行ってます。すいません。吉田さんもう今日は大変ですよ。行きましょう。いやちょっと以上です。